ピングにも向いてますよね。黒猫が貴重な1個ですね。デリシャスミルクチョコレートウェハース。ホワイトチョコの方が期待とは違ってミルクを入れても美味しいです。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その後編です。チャンネル登録もお願いします。昨年 SNS でも話題になって手に入りにくかったホノルルクッキーのパンプキンフレーバーが登場です。 454g 入り1558円です。期間限定で店頭在庫限りでした。レモンに続きカートインしている人を見かけなかったので以前のような盛り上がりはないですね。原産国はアメリカ、賞味期限は来年の5月です。開封した途端にパンプキンスパイスが香ります。スパイスの配合は分かりませんが、一般的にシナモン、ジンジャー、クローブ、オールスパイス、ナツメグでしょうか。5枚で 28g、130キロカロリーです。大きさは長いところで 44mm、幅は 26mm、厚さは1センチくらいです。形はパイナップルですけれども、かぼちゃピューレが使われているので色もお味もかぼちゃです。西洋かぼちゃ感を強く感じます。バニラアイスとホイップ、ホノルルクッキーパンプキン、キャラメルソースをかけました。ちなみにホイップはコストコ購入のイズニー、キャラメルソースは業務スーパーです。クッキーは形が可愛いのでパフェなどのトッピングにも向いてますよね。パンプキンドーナツ棒1048円です。みんな大好きドーナツ棒のハロウィンバージョンです。製造は熊本県、賞味期限は10月19日です。600g 入りで個包装のデザインはランダムです。白のゴーストが7個、黒のゴーストが6個、狼男が3個、ウィッチが3個、ジャックオーランタンが2個、フランケンシュタインが4個、フクロウが8個、黒猫が1個、黒猫が貴重な1個ですね。全部で34本。1本あたりは 30.8 円です。幅は 25mm くらい、長さは 74mm くらいのスティック状のドーナツです。1本あたりは83キロカロリーです。さっくりしっとり食感で、先に糖類の甘さがガツンときます。最後の方にパンプキンの味わいが舌に残ります。かなり甘めなので、私はちょっと苦手ですが、子供は好きそうな味だと思います。正直黒糖ドーナツ棒の方が好きですけれども、このシーズンに限ってはパンプキンもいいですね。カーギハロウィンバッグ 500g 入り1778円です。こちらも人気商品のカーギウエハースチョコのハロウィンバージョンです。原産国はスイス、賞味期限は来年の5月です。個包装のデザインは6種類ランダムです。黒猫が16個、ハウスが13個、スパイダーが12個、ウィッチが11個、ジャコランタンが13個、フクロウが11個です。全部で76本です。1本あたりは 23.4 円です。中身は全部同じチョコウェハースです。ウェハースとムースフィリングの層のスティックにチョココーティングされているんですけれども、スクリーミングリー、テラファイリングリー、スプーキーとハロウィンっぽいキーワードが並んだスケーリーデリシャスミルクチョコレートウェハースです。幅は 15mm くらい、長さは 54mm くらいです。1本あたりは37キロカロリー。まだ暑いのでチョコは溶けやすいんですけれども、とても美味しいです。ドライマンゴーアソートチョコ&ホワイト40枚入り1758円です。原産国はフィリピン。賞味期限は来年の6月です。ハワイ土産のマカダミアナッツチョコで有名なハワイアンホーストの製品です。ドライマンゴーにホワイトチョコとミルクチョコがコーティングされていて、それぞれ20枚ずつ入っていますが、大きさはバラバラです。
1枚あたりは44円。マンゴーチョコは1枚あたり 37.5 キロカロリー。マンゴーホワイトは1枚あたり 42.5 キロカロリーです。ミルクチョコはオランジェットのドライマンゴーバージョンって感じで想像通りの味わいでした。ホワイトチョコはミルキーな味わいが甘酸っぱいドライマンゴーとよく合います。私はホワイトチョコが苦手なんですけれども、これに関してはホワイトチョコの方がドライマンゴーとの相性が良くて美味しいと思いました。ボッカスイートポテトプリン6個入り978円です。バニラキャラメルソース付きです。1個あたりは163円。製造は北海道、賞味期限は9月14日です。ジップロックコンテナに入れたら味付け卵と勘違いしそうな茶色です。この風船を割るのが楽しいんですけれども、お子さんによっては怖がりますし、割った後も破片が残るのでよく見てあげてくださいね。プリンは128キロカロリー、ソースは15キロカロリーです。お味は焼き菓子のスイートポテトを冷やして食べた時のような香ばしいさつまいも感です。フレーバーに関係なくいつも通りのねっとりとしたプリンです。添付のソースとのマリアージュも楽しいですね。ゴムの破片が残らないようにうまく割る方法はないかなと考えてるんですけれども、ハサミで切ってみたらなんか期待とは違って破片の心配はなくなりましたが、美味しそうに見えないですよね。食感もふんわりして別物になってます。でもこれはこれで美味しかったですし家族は喜んでました。スターバックス秋ブレンド 1.13kg 2778円です。原産国はアメリカですが、豆はホンジュラスとインドネシアです。賞味期限は来年の1月です。黒光りした豆ですが、オイリー感は控えめ。中入りかな。2週間以内に飲めない分はフードセーバーで真空パックして冷凍します。解凍方法はゆっくりと冷凍庫から冷蔵庫に移し、そして常温に戻してから開封します。スパイスのような風味で味わいのあるスマトラのコーヒー、柑橘系の鮮やかさを感じられるアフリカのコーヒー、いったナッツのようなかすかな風味が特徴のラテンアメリカのコーヒーを豊かにした味わいが秋にぬくもりを感じさせる製品とネスレニュースに書いてありました。ちょっとねよくわからないんですけれども、酸味苦味はマイルドなのでブラックでも飲みやすいです。コクと旨味はしっかりあるのでミルクを入れても美味しいです。かぼちゃやさつまいもを使った秋のスイーツにとてもよく合いますね。美味しいです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。